エアブラシ、気になるけど難しそう。そう思っていた僕が試してみました。こんにちは、人形作家の奥田です。普段から人形やオブジェの制作をして作家として活動していますが、実はこれまでエアブラシをあまり使ってきませんでした。エアブラシって大きくて場所を取るし、準備と片付けが大変。そんな風に感じていたからです。そして全く使ったことがない方にとってはエアブラシって難しそう。道具は何を揃えたらいいかわからないと感じているかと思います。でも今回ある製品と出会ってその考えが変わりました。エアブラシはプラモデルやフィギュア製作に多く使われるイメージがありますが、人形作りにもその効果を発揮します。例えば肌の色や顔のメイクはエアブラシを使用すると繊細な色のグラデーションが表現できてとても美しい仕上がりになります。ということでドールメイクをエアブラシでやりたかったのですが、今回は制作のタイミング的にちょうど仕上げをできる人形がなかったので、この猫のブローチを塗装しながら筆塗り派でも気軽に使えるエアブラシセットを紹介します。エアブラシに興味はあるけれど、一歩踏み出せなかった方には、ぜひ最後までご覧いただきたいです。さて、筆塗りで仕上げるのは楽しいけれど、もっと綺麗にグラデーションを出したい、広い面をムラなく塗りたいと思ったことはありませんか？エアブラシを使えば、その悩みを一気に解決できます。でも、最初の一歩がなかなか踏み出せない。高価な機材を揃える必要がある。使い方が難しそう。設置スペースがない。こういった理由で結局エアブラシを諦めてしまう人が多いんです。そのまま筆塗りだけで進めるのも悪くはありません。でも、エアブラシを使えばもっとスムーズにもっと綺麗に仕上げられるのに、ハードルが高そうという理由でその可能性を閉ざしてしまうのはもったいないと思いませんか？そこで今回紹介するのがこのエアブラシコンプレッサーセットです。実は今回の動画はこのチャンネル初の PR 動画になります。以前僕が監修させていただいたスパチュラを作っているブランドが DE ペスさんです。今回その DE ペスさんが新しくエアブラシセットを発売したということで、僕にレビューの依頼をいただきました。僕自身正直エアブラシには苦手意識があったんですが、以前スパチュラを監修した時に良い製品を作りたいという DE ペスさんの姿勢にとても心を打たれたんです。このブランドの製品ならきっと良いものなんじゃないかと思い、今回勇気を出してエアブラシ塗装に挑戦してみることにしました。なので他の製品と比較するような熟練者としての指摘はできないのですが、初心者目線で正直にレビューしていきます。では、まずはこのエアブラシセットの内容を見ていきましょう。では早速、箱を開けて中身を確認していきます。まず箱を開けると、一番上に入っているのは取扱説明書です。組み立て方や使用方法の基本が書かれているので、最初に一読するのをお勧めします。そして箱の中身は電源ケーブルでした。次はコンプレッサーの本体です。思った以上にコンパクトで高級感のある作りでした。作業デスクの上にも無理なく配置できるサイズ感です。そしてこちらはハンドピースですね。しっかりした専用ケースに入っています。細かいパーツが多いので整理できるケースはありがたいですね。ニードルも 0.2、0.3、0.5 の3種類が入っています。今回のセットは2本のハンドピースが付属しており、用途に応じた使い分けが可能です。次はエアホースです。
こちらも2本入っていて、フィルターも2つ入っていました。これは圧縮された空気から発生する水分やホコリを取り除くためのものです。何を買えばいいか迷ってしまうような、このような細かいパーツも初めからセットに入っているのはありがたいです。では、これらを組み立てていきます。エアタンクがないため、本体は非常にコンパクトで、設置の自由度が高いのが特徴です。各接合部分の作りもしっかりしており、安定感があります。取扱説明書に沿って組み立てを進めていくと、特に迷うことなく組み立てが完了しました。次はいよいよ実践編に入っていきます。実際に塗装してエアブラシの使い心地をチェックしていきましょう。さて、準備が整いました。まずは空拭きをしてみます。コンプレッサーの音はこんな感じです。音はしますが、うるさいとは全く思わないレベルです。これなら安心して夜間も作業できそうです。今回使う塗料はこちらのクレオスさんの水性ホビーカラースターターセットです。近年、水性塗料の種類が増えてきたのもエアブラシ塗装のハードルを下げるポイントですね。それでは本番です。ちょっと緊張しています。塗り始める前には紙に試し拭きをして塗料の出具合を確認してから行います。まずはベースカラーから塗っていきます。今回この猫のブローチはエアブラシ塗装の綺麗なグラデーションができることを期待して茶色のグラデーションが可愛いシャム猫カラーで仕上げていきます。塗料の濃さや色味をいろいろ試してみたかったので2個作っていきます。パーツにはサーフェイサーをあらかじめ塗ってあるので、ベースカラーのクリーム色から拭いていきます。一度にたっぷり塗ると垂れる可能性があるので何回かに分けて色をのせていきます。あまりエアブラシを使ってこなかったといっても、基本的な使い方は知っているつもりですが、今回は思い出すためにもエアブラシの基本操作のポイントをまとめてみました。エアブラシ塗装のポイントは5つあります。1、塗料の濃度。2、塗面の広さ。3、エアー圧力。4、ブラシとパーツの距離。5、ブラシを動かす速度。一つずつ解説していきます。1、エアブラシでは塗料の希釈のバランスで仕上がりが大きく左右します。一般的には塗料と薄め液の割合が1対1から1対3の範囲が推奨されますが、細かい塗装には薄めに調整し、広範囲の塗装には少し濃いめなど用途に応じて調整すると良いでしょう。2、塗面の広さ。塗装する範囲の大きさによって適したノズルサイズや吹き付け方法が変わります。広範囲の塗装の場合、ノズル径は 0.5mm からそれ以上。塗料はやや濃いめに調整し、エアブラシの動きを大きく一定にすることがポイントです。細かい塗装やグラデーションをしたいときには、ノズル径は 0.2 から 0.3mm。塗料は少し薄めに調整。圧力をコントロールしながらゆっくりと吹き付けると良いとされています。3、エアーの圧力。エア圧はコンプレッサーで調整でき、目安は細かい塗装やメイクをするときは弱いエア圧で、大きなパーツや広範囲の塗装をするときは強いエア圧といった感じです。圧力が高すぎると塗料が飛び散る可能性があり、低すぎるとムラになりやすいのでバランスを見て調整しましょう。4、ブラシとパーツの距離。エアブラシをどれくらい離して吹き付けるかで仕上がりが変わります。近すぎると塗料がとどまりダマになりやすいです。一方遠すぎると塗料が乾いて粉っぽくなります。一般的な目安は5から10センチ程度だと言われています。
特に細かい部分を塗る際は距離を少し近づけて弱めのエア圧で調整すると綺麗に仕上がります。5、ブラシを動かす速度。吹き付ける際のエアブラシの動かし方も重要なポイントです。速すぎるとムラができしっかり色がのりません。逆に遅すぎると塗料がとどまり垂れたりダマになります。基本は一定のスピードで軽く往復させながら塗装するのが理想です。また、塗料の出始めと塗装終わりはパーツから外すのが基本とされています。次に暗い茶色を入れてグラデーションを作っていきます。途中、塗料の濃度が薄くなりすぎて流れてしまったり、ミストがダマになって付着してしまったり、色が思っていたのと違ったり、実はミスをたくさんしています。そして試行錯誤を繰り返し、なんとか納得いく状態になりました。次はマスキングをしてリボンを塗っていきます。ここで感じたのが、自分でちょうど良い色を混ぜて作るのってすごく難しいですね。エアブラシ用の塗料ってたくさん種類がありますが、その理由が分かりました。ではここで、リボンの塗料が乾いたので、マスキングテープを剥がしてみましょう。この時、うまく仕上がっているかが初めて確認できるので、とてもワクワクする工程です。剥がしてみると、いい感じですね。安心しました。最後に、鼻先に黒を足して、口に墨入れをします。ここでは筆を使っています。そして仕上げに艶消しクリアでコーティングして完成です。こちらが完成したシャムネコカラーのブローチです。いかがでしょうか？エアブラシならではの柔らかなグラデーションが毛並みの造形に自然に馴染んでいるのがわかると思います。今回筆塗りメインで制作してきた僕にとっては新しい表現方法への挑戦でしたが、エアブラシの繊細な色の移り変わりによって、より立体感のある仕上がりになりました。とはいえ、まだまだ調整の余地がありますね。色のコントラストやグラデーションの広がり方、さらには筆塗りとの組み合わせなど、研究すればもっと魅力的な仕上がりにできそうです。これからも試行錯誤を重ねて、エアブラシの美しい表現と筆塗りの味わいを組み合わせたより深みのある作品作りを目指していきたいと思います。では最後に今回のエアブラシセットについてまとめます。実際に使ってみて、このセットは筆塗りがメインの人でも無理なく取り入れられる一台と感じました。特に良かった点は、コンパクトで置き場所に困らない。必要なものが揃っていてすぐに始められる。準備や片付けがシンプルで手軽に使える。これまでエアブラシは手間がかかると思っていた方にも、このセットなら気軽に試せるのではないでしょうか。一方で、おすすめできないケースとしては、大きな作品を塗装したい場合や、粒子の大きい塗料をしっかり吹き付けたい場合です。例えば、40センチ以上の人形に5分塗料で下地塗装をしたいとなると、エアタンク付きのコンプレッサーや大口径のハンドピースが必要になります。また、それに合わせた広い塗装ブースも必要となるため、気軽に始めるのは難しくなりますね。そう考えると、このエアブラシセットは、エアブラシ初心者が最初に選ぶ一台、または筆塗り派が表現の幅を広げるための一台として最適な選択肢だと思いました。今回の動画で
エアブラシに対するハードルが少しでも下がっていたら嬉しいです。DE さんではメンテナンス方法の解説動画を用意していたり、購入後のサポート体制もしっかりしています。初心者の第一歩を後押ししてくれる、そんなセットだと感じました。今回ご紹介したエアブラシセットの詳細は概要欄のリンクからチェックできます。僕と一緒にエアブラシの塗装にチャレンジしていきませんか？さて、ここまでご覧いただきありがとうございました。最後に僕の作品について少し紹介させてください。この猫のブローチは不定期ですが展示会やイベントで販売しています。特徴的なガラスの瞳は一つ一つ手作業で制作し、仕上げもすべて筆塗りで丁寧に行っています。今回のシャム猫カラーはまだ試作段階ですが、今後エアブラシ技法を活かしてより繊細で美しい表現に挑戦していきます。今後も造形や塗装に関する情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。動画の投稿も不定期になりやすいので、見逃さないためにもベルアイコンを押して通知設定もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。